おはようございます。たかしです。本日は6月24日金曜日、ただいま7時31分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは下髭の陰線となっております。結構大きめの陰線が出てきましたね。昨日は結局戻しをつけずに、下落一辺倒という感じでした。で、最終的には少し下髭をつけてきてますので、本日一旦の戻しをつけるのかというところですけれども、この陰線の大きさを見てますと、本日も続落しそう、そんなイメージですね。そして言ってましたストキャスティクス、デッドクロスしてきております。また、これが騙しでもう一度上昇するっていうことも考えられるんですが、ちょっとここを見ていると、このまま、ストキャスティクスは安値圏に向かって下落していくんじゃないかというふうには感じられます。バックではまだ方向感がない感じですね。そしてストキャスティクス過去のこのデッドクロスのところを見てますと、比較的大きく下落しているのがこういった感じでわかりますので、今回これがどこまで下落してくるのかというところがポイントですね。では4時間足です。一旦4時間足、ストキャスティクスが安値圏からゴールデンクロスしていますので、反発はしそうというところですね。現在ちょっと反発はしてきてるんですが、上値も重そうに感じますので、これがどこまで本日戻してこれるのか、今日もここから反発しないまま続落していくのか、一旦の戻しをつけてからの下落になるのかというところですね。もし反発するんでしたら、この辺付近かなと思ってます。これがね、ここで3損みたいなのを作ってくるんじゃないかと思ってますので、このヒゲ先が166円とか166.2とか、その辺付近なんですが、その辺あたりまで上昇してきたところでは再び上値を抑えられて下落するんだろうというふうに考えられます。もちろんこのまま続落していくっていうことも考えられるんですけれども、一旦上昇してきた場合は、その辺166とか166.2ぐらいが意識されるポイントかなと考えてます。現在はこのトレンドライン付近で今は下げ止まっている感じにも見えるんですが、 GMMA は完全に横ばいになってきておりますので、今はトレンドがなくなってきているところですね。なので上にも下にも行きやすい、どちらとも方向感がつきにくい状態ですけれども、この強い下落を見てますと基本的には続落だろうというふうに考えられます。そして最初に言いましたが、ストキャスティクスゴールデンクロスしてきてますが、クロスの仕方はちょっと弱いなと感じますので、本当にここから反発できるのかっていうのは懐疑的です。このまま下落してきた場合はここですね、フィボナッチリトレースメントの 61.8% の163円付近、この辺までは下落してくると考えますので、この辺で次どうなるかというところでしょうか。ここを下抜けると次は160円付近まで下落しそうな雰囲気です。では1時間足です。1時間足では GMMA がもう下向いてきてますよね。そしてこの GMMA が上から押さえつけているようにも感じますので、今はそんな感じで少し下落基調になってきてます。小さくトレンドを描いて今下落トレンド中というところですね。そしてストキャスティクスは今高値圏からデッドクロスしそうな感じ。まずはこのトレンドラインで支えられるかどうかですけれども、ここから上昇していくにはまずは GMMA を強く上抜ける必要があります。イメージとしてはこんな感じ。上抜けて下がってきたところを今度 GMMA が横向きから上向きにこのように動いていく。で、そこでサポートされて上昇していくっていう動き方をしないと上昇はしてこれないと感じますので、今のこの感じではこのまま続落かなと。ただ上昇して、ここ、先ほど4時間足で言ってました。この辺ですね。166円とか166.2付近。この辺、このフィボの 23.6% のこのラインぐらいですね。この辺ぐらいまで上昇してくる可能性も考えられますが、その辺でやはり GMMA で抑えられて下落するのかなという、そんなイメージです。現在は1時間足の目線切り替えポイント、この紫のラインですね。この辺付近でサポートされているのがわかりますが、ここ 164.5 付近を下抜けると1時間足も目線が下向きになりますので、そうなるとさらに下落優位になってくるのかというところです。そして過去に言ってましたこの青いボックスですね。この意識されるだろうラインぐらいまで降りてきたところでは反発が起こるだろうと考えるんですが、そこがちょうどフィボの 61.8% 付近になってますので、やはりこの辺163円付近は意識されてくるだろうなと考えます。ですので本日は基本的には昨日の下落を引き継いでの続落になるとは思いますが、金曜日ですのでちょっとまた分かりにくい動きをする可能性もあります。その辺は注意する必要があると思いますけれども、やはりこの上昇してきたところでは売られやすい地合いには入っていると思いますので、その辺でトレードしていけるのがいいんじゃないでしょうか。
大きくはまだ上昇トレンド中ですけれども、4時間足ぐらいからは形を崩してきておりますので、やはり一旦は下を目指すと考えます。長期的にはまだ上を目指しそうではあるんですけれども、短期的には下を目指す。そしてその、下落幅っていうのがどこまでかっていうところで、まずは一旦、昨日の安値付近まで、そしてその次は163円付近まで、そしてそこを割ってくると160円付近までというところで段階的に見ていくのがいいのかなと。そして上抜けてきた時は一旦166円付近。この166から166.2付近、この辺っていうのは次はレジスタンスに変わりそうなポイントですね。で、その上は167円付近、168円付近というところで段階的にこちらも見ていくのがいいのかなと。基本的には下落優位と見てますので、短期的に戻り売りを仕掛けていける、そんなところかなと考えております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。